はい、やすお疲れ様です。今週も柳川チャンネル始めたいと思います。まずはですね、ちょっと先週の振り返りをお願いしたいんですけれど。いや、先週はですね、まず、ステレンボッシュですね。ここでステレンボッシュの復活があるという話をしてたんですけれど、いや、見事に復活したんじゃないでしょうかね。まだ一歩だな。あと一歩、内容であと一歩ですか。勝たなきゃダメだよね。ちょっと惜しい勝った競馬でますけどね。タロコトールを軽視した段階でも外れだよ、個人的には。なるほど、そうですね。例えば、ステレンボッシュが復活っていうことを、ここじゃなくても次だぞって言ってたんですけど、具体的に何を見てそうとか何を感じたかっていうのが。主観の問題で、もうそれだけでもう何をっていうことはないけど、昔、ブラスワンダーが有馬記念勝った時には、有馬記念フェスティバルみたいな感じでやってたことやってたじゃん。はい。お客さん、100人、200人、やって借りて、あの時はね、ちょっとブラスワンダー復活したっていうことで、人気がない時ね、目白が2着、俺がちょっと馬券1本でちょっと勝負して、単勝と、単勝25倍でしたっけ？もっと。いや、忘れちゃったけど、連勝3でない。ただ、あの時覚えてます。競馬場から下からお金を運ばしたっていう。あれの時にはちょっと細かく説明した記憶があったんだけど、そのブラスアンダーが復活したなっていうのは。でももう言ったってなかなかな、普段見てないと、ここはこうだからっていうことはないけど。で、ちょっと確認、ステレンボッシュは距離長い方がいいんじゃねえかなんて長期した後で言う。俺は逆にもう、マイルぐらいがいいんじゃねえかなっていうふうに思ったけど、どういうふうにローテーションするのかわかんないけど、またこれからも、しばらく俺は見ないだろうと思うけど、北海道に来んのかな、全然わかんないけど。使いですかね。いいよ、もう一回来て、次狙うとかなんとかもないし、っていう感じでしたな。いや、でも見事です。それです。NHK マイルカップ。こちらも、熱く意気込み。これがですね、このチャンネル内で押していただいたんですけれど、これまた惜しい2着ということなんですけれど。面白い競馬あったな。具体的にどのような感じの？全然良くなってたね、やっぱり。2回目よりも。結構自信あったわ。んで、もう、その段階で、ロデオと1点で買うつもりで、もう1点なんか抑えようと思ってみたら、やっぱアドマイヤーだけ抑えたんだけど、アドマイヤーはよく見えた。他にもたくさんいたよ。いたけど、基本っていうか、最初から思ってたアドマイヤーが良くなれば買おうと思ってた。んで、その3点だけ買ってんだけどね。もう無駄打ちなくって感じですか？いや、無駄は、アスクの単勝が無駄打ちだった。それがそうなんだ。競馬だ。いい勝負だよ。面白かった。いや、そうですね。面白かった、面白かった。ロデオドライブなんか頭入る前、上げる前、ゴールすんで上げようとしたとこなんか抑えたのか、もう一回下がってる気がしょうがないんだけど、馬の本能なのか、それともジョッキーが、馬が首上げるのを上がらなくさせたのかなんかわからんけど、そんなイメージで見えちゃったっていうところあったけど。あとアスクなんかもゴール前10メートルぐらい手前変えてな、明らかに手前変えたのが上がって、0.000何秒遅くなるだろうけど、でも、変えないわけいかないんだろうから、あの辺が面白いとこだな。いい競馬だった。個人的には馬券取ったからうんぬんじゃなくいい競馬だったなっていうふうには思ってる。そうですね。ダイヤモンドロットはずっと力んでるもんな。やっぱ手綱を短くずっと持っててな。歯み硬くなっちゃってるから、もう距離持たんなと思ってたけど、上手な競馬は一番下かもわからないけどね。あれらは勝った馬2頭は、流れにも助けられたっていうところは確かにあった。競馬面白かった。最終的にロデオドライブが一番人気というふうになりました。よかったな。アスクも、もうちょい最初僕見てた時10倍ぐらいはあったんですけど。妥当のところじゃないの。アドマイヤーカッツも、6番人気 9.7 倍という。
うまいこと先団グループを射程圏に入れたけど、後ろから、まあそこ黄門の虎にやられたって感じだけど、まあ明らかに展開で負けたかもしれないしな。前を潰しに行ってトライに行ったところだから。まあ土日とも予想がまあズバリということで、まあまあ馬はな、ああいうソロアスクとかあれ見ると馬はまあ嘘はつかねえけど、競馬は嘘をつくからましてギャンブルになるとそれに曇りが出るからな、目に曇りが出る。そういうとこでうまくいったっていうだけで、たまたまうまくいっただけだよ。競馬なんてそんなもんだよ。まあその流れもありましてですね、なんとチャンネル登録数がですね10万人を超えたという。10万人。はい。じゃあ一人から1万円取ると10億円か。そう。チャンネル取るお金かかんないの？チャンネル登録がかかんないですね。なんだよ。それでそこからまあ見ていただいていろいろと。いいよ、見ないでじゃあ。僕もよく詳しくは分かんないですね。まあとりあえず10万人登録があるとなんか盾とかがもらえるらしくて、いらねえし。なんかもしかしたらなんか会社からも出るかもしれないです。金1分2000円ぐらい出んの2000円だったらいらねえし。取り行かないですけど。いいよ。まあ、でも、いや、すごい勢いで、なんか、こう、やっぱ、今週末で一気にね。じゃあもうあと2、3日すれば誰もいなくなるよ。いいじゃねえか。この勢いで。いや、いいよ、いいよ。当たるもんじゃないって。週末は、柳川チャンネル。競馬予想は、馬三郎。土曜日がまだ、新潟大賞。新潟大商店か。はい。新潟大商店か。メンバー、珍しいな。いいメンバーだわ、ハンデ戦で。まあ、いいメンバーっていうか、まあ、いい馬が出てきてるなっていうところでな。そうですね。まあ、G1 とかでも生があってもいいような馬が。硬そうなの気もしないでもないけど。注目は、どの注目はもうアンゴラブラックだ。断然だ。断然っていうか、両馬場限定だけどね。両馬場限定。はい、まず、ポイントは左回り。これはもう、明らかに、癖があって、なんかさっきまあ、手前のことも言ってるけど、これはまあね、右手で走りたがる。ずっと右手で、手前で走りたがるんで、もう完璧なほど左回りの直線右手前で走れる。で、多分ね、左回り曲がってからおそらく右手にすぐこの馬はね、長距離なんかでもそうなんだけど、すぐ疲れてないくせにすぐ右手前に変えてから、直線おそらく入るから、右回りだと、しばらく我慢してからちょっと変えるから、これは左回りの長いところで右手前で最初走らして、それ途中、一回左回りにまた中ほどで変えて、また最後またもう一回右手前で変えるんじゃねえかなっていう風な勝手なあれを考えてるけど、多分、でもおそらく左回りの方がバランス的な、体のバランスじゃなくてね、右手前で走りたがる傾向が強いんで、間違いなくこれ左回りの方がいい。で、もう出来上がっちゃってるから、その肉体的な変化っていうのはもうほぼほぼないけど、非常に体調がこれも主観だけど、非常に稽古見てていい。これも主観的な。さっき言ったその、主観の部分とそうじゃない部分っていうのは分けるけど、主観で見ると具合は非常に良さそう。で、左回り。平坦。いいね。ちょっと新潟の馬場がですね、結構内側痛みが目立ってきてまして。結構ジョッキー聞いたら、うちらち1頭分だけはいいらしいのよ。でも、おそらく今度そこもみんな使うから、みんな使うっていうか、逃げてる馬はそこ使うから、もう今週あたりから悪くなるよっていうのは聞いてるけど、でもまあ外目、真ん中より外目走ればまだ緑色が残ってるから、まあそこでの比べになるだろうしね。まあ、バカっ早い時は出なくても、そこそこの相場時計出てるし、まあ滑るとかそういう馬場じゃないからね。いいんじゃないちょうど。これの馬が無軸だね。当然相手山に、これはもう最初から出る関西馬だけど、どういう過程になるかわからないけど、去年のセントライトの時でも俺はもうこの馬は伸びてくるよって今年の注目株になるんだなと思ってたけど、その後がいまいち外国行っちゃったけどね、その後どうなってんのかわかんないけど、出撃体制がどうなってんのかってのはわかんないけど、
レベル的には重賞級はもう全然重賞取るのは難しくなんともない、でいつも買ってるドラドーレスはこの間はちょっと情けなかったな。少し天井見えちゃったって感じだな。馬自身がもうその成長、肉体的な成長っていうのはもうかなり厳しいから、前走あたりの体勢をキープしてて、それでもって前走とのメンバーで比較して、前走の坂の中京から今度平坦に変わってのプラスアルファとかいろいろ考えてみても、勝てるレベルにはあるけれど、頭から買いたいっていう気がなくなってきちゃって、もうこの馬に関してはずっと買ってたんだけど、重賞取れない不運な馬なのか、そういうそんなレベルなのか、ドラメンテのな、多分おそらく一番人気は一番人気です。ロメールが行くしな、アンゴラのがいいな。あと他に足りそうな馬っていうのは、修学君分からんけど2年ぶりだしね、普通ないな。グランディアっていうのはこれ意外と足が長続きするから面白いとこではあるよね。シュトルーベも元気だけどきついかな。シンハナーダっていうのはこれ前からね聞かれてたんだけど、これもよくねクネレさんのとこ言ったけど、これは平坦だったら坂は若干マイナスだって俺は前からずっと言ってたんだけど、平坦の新潟でだから取れるよって関係者はちょっと言ってたんだけどね、良くなった感じはするね。非常にいい体勢で使えると思う。あとはいないも当選量はもう知れてるっていうか、足は使うけどな。ホールネスもどんなもんなのか、関西馬だからいまいち変わってんのかどうかもわからない。ということでね、大商店はアンゴラから行って、ヤマニン本線でグランディア、シンハナーダ、ドラドーレスと占領っていうところなんだろうけど、ハンデの G3 戦っていうのは人気がないとこからないところに買うのがギャンブルだからね。これは馬は信用しちゃいけないんだ。でもこのレースはアンゴラからということで、簡単だな。でサクサクっていって、はい、ビクトリア。はい、じゃあビクトリアマイルをお願いします。はい、どういきましょう。結論から言っちゃってもいいし。じゃあビクトリアマイルで結論から、まずじゃあ本命は。いや本命ね、実はね、これはもう1ヶ月2ヶ月ぐらい前からっていうか、もう何でもね、西の手は持ってることはもう決めていたんだけど、もうずーっと今年のビクトリアはもうこれだから買うっていうことを決めてたんだけど、随分揺らいでる、二頭ばかしライバル出現っていうか、この間の阪神で、1日着のエンブロとカムニャック。エンブロはいいな。先週調教場確かにずっと派手でしたよね、本当に。性格が大人になったなっていうのが。これは体調がいいとかってさっきでしたんだけど、性格が良くなったっていうのはこれ見てわかるところがあるんでね、おとなしく行儀良くなってきた。みんな無駄なことをしなくなるとか、そういうでカムニャックはね、これが今のはこの間の体が本当なんだろうな。4歳の時に3歳の時にオークスとかその前のスイートなんかフローラですね、はい、辺の時にはただ単に足が長くて見た感じに正直ほぼなんて言うんだろう、全然興味なかった馬なんだけど、体が上下に熱くなってきて、完成域に突入したなっていうのは感じたし、同時にマイラー体型だなっていうのはこの間レースの前にさ、あれこれこんなに変わったのか、これ本物の、これがこの馬の本当の姿なんだなってことで、
でこれがこのカムニャック前回の時に見てて、もしこれが普通のいい競馬形になるんだったら、一番いいなと思ってたぐらいでね。だからこれか、西野ティアモが非常に迷ってる。西野ティアモは、今日も、俺、稽古やる前に下でちょっと近くに行って、見てきたんだけど、おそらく体重は増えてるってことはないと思う。その代わし、がれていないっていうの、この馬ずっとがれて見える馬だったんだよ。まあそれが不満だったんだけど、それがなくなって、ようやく綺麗な体のラインっていうのかな、が出来上がったんでね、もうこれでいいのかな。そうカムニャックとかエンブロイに比べると、お尻がすごくちっちゃいんだよ。まあ馬体のサイズも小さいけどね、サイズも小さいけど、すごい友してるなって感じは全くないんだけど、まあ、この馬の売りは、まあ、この2頭以上にしなやかさっていうか、筋肉質が柔らかい筋肉質っていうやつかな。まあ、これは主観の問題だけど。見た目はもう全然、威圧感はこのエンブロとカムニャックには負けるけどね。でもって結論から言っちゃうこの三つどもえ。三つどもえ。プラス2頭ぐらいで済んだなと思って。2頭ですか。はい。まあ、ラバンダ。ラバンダ、はい。これはな、やっぱどっかで大穴開けるっていうか、もっと強くなるレベルにあるな。本当はここまでだったんだけど。でも実はあとどうしようかなと思ってるけど、こんなに大した怖いんじゃねえんだよな。そこには来そうだなっていうのはなんとかやるけど。まあいいか。まあ、愛三三あたりから言ってみるか。はい、ざっくり。はい。まあ、非常に綺麗な、華奢な、絆3区っていう感じで、体重じゃなくてね。あんまり坂は得意じゃないかもわかんない。性格きつそうだしな。マイルがダメってことはないけど、ワンバッチさんだね、主にってな。エリカエクスプレスはね、中途半端なんだよな。もっと体が増えたら、体型見ちゃうとやっぱマイラーじゃねえんだけど、本当はマイルなんだろうけど、残念ながら、俺が思っている以上に伸びてこなかったなっていうのが正直なところはある。スピード勝負に徹してほしいなって気も、逃げてっていうのがあったけど、そういう馬じゃなくなっちゃったな。上品な馬になってきちゃったけど。まあ、2番手3番手ぐらいで、一旦は先頭に躍り出るなっていうシーンは浮かぶんだけれどね。条件はでもやっぱり1008もマイルのが相当見切れない感じですか。前からどっちに行くんだろうなーって思ってるんだけど、正直わかんない。もう今回はもういいや。あとは、エンブロは、今本当に非常に磨いて本物になったんだろうね。で、この間途中から離れてあったけど、立つことないし、さっき性格大人になったっていうけど、ひょっとしたら、日曜日、もう30度近くなるっていうところで、暑いし、人がたくさんいるし、入れ込むわけじゃないけど、かなり発汗でうるさくなるケースがあると思う。で、パドックで、もう入れ込みに近いんじゃないかなって言ってっていう時に、見極めようとするんだったら、回収の出かけを見てほしいんだけど、見たって言ったってわかんないけどな。手綱を短く持ってハミグッと乾いて短く持って、なかなか出だしから降りていくのと、止め際で、なかなか、止まりづらかったら、ちょっと危ないっていうか嫌なんだけど、これ、今、もうなかなか難しいな、説明する。まあ、いいや。みんなわかんなくていいや。エンブルって今までもそういうことってありました？パドック回収で。パドック最初の頃はね、この間はおとなしかったんだよ。と思う。意外と、周りに気を使わない
馬っていうか、自分の中に閉じこもっちゃってるパドックで、全然関係なく。だから気持ちが乗りすぎちゃうと、そういうのが出る可能性がある。ほんで、何しろ、問題はやっぱり、暑さだよ、馬にとって。まあ、草案所、その前、厩舎から出して歩かしといて、それは草案所っていうのは、いわゆる、蔵を置いて、まあ、体重測ったりなんかして、そこで、2レース前ぐらい、時間的にはそのくらいかな。そのくらいでそこから、馬が運動させるところで、もう俺らがもう入れないんだけど、まあそこで、引っ張ってる間にだんだんテンション上がってきちゃう馬もいるし、で上手なベテランの人だったら動かさないで日陰に閉じこもっちゃってるとかっていうケースもあるらしいけど、これちょっとね、なんとも俺もはっきり見たことないからわからないけど、まあ。ちょっとじゃあエンブロはやっぱりパドックから回収馬までちょっと。まあ見たとわかんないな。嫌だなと思うから、そう思うかどうかだけだから、ちょっとあんまり説明が上手じゃなかったらやめよう。カナテープは非常に順調に来たんじゃない？パワーアップはないけど、耐久性は良さげと。カピリーナも、状態は心配なしと。まあ出番はなかなかないね。アムニャック、ご覧さっき言ったように、もう前よりドンピシャになったな。まあ、あとは前回からどんだけ、上積みなくて十分だけど、前回と同じ体勢で出てくれてさえすれば。クイーンズウォークはね、この間もやっぱり最後は息切れしたところがあって、距離はむしろいいかもわからん。マイルこなさないっていうか、マイルでも OK なんだ、OK の体つきだけど、速い時計っていうタイプじゃないんだよな。一瞬の瞬発力ってタイプじゃないから。だから、時計が全体の時計が速くなるんだったら、上がりがかかるような、タフな流れの競馬っていうところが一番いいんだろうけど。まあ、マイルになるとある程度真ん中、後ろ側になるけど、そこまで俺はあんまり買ってない、今は。まあ、ケリー・フレッド・アスクっていうのは自分の形でも厳しいでしょう。で、ココナッツ・ブラウンもこれ初めて東京か。だいぶ滞在じゃなくても走るようになってきたり、入れ込まなくなってきてるっぽいけど、まあ、こういう馬はね、初めての場所で、もともとサッカーあんまり良くなかったから、体が2桁ぐらい増えてるんだったら少し馬を見ようかなって、そっちの方がいいからね。現状だったら、まあ、興味なしだ。ジョスラン。これは権利があると思ってんだ。そうだ、思い出して。初めてマイル使ってくれるんだけどね。体つきはね、デビューで思ってたけど、やっぱりその2000とか中距離系なんだけど、今の性格、もう今回、これもずっとここに向けてもそうだけど、やっぱり前向きすぎるっていうか、まだ我慢が効かないんで、全然マイルの方がいいな。今の段階では。全然マイル。で、体が長い割には結構な双方がピッチなんだよ。体長い馬意外と手先伸ばして走るで大きく飛ぶんだけれど、これはね、意外と小足使うようなタイプで、今の感じだったら断然マイルの方がいいな。東京のコースはどうですか？そういう東京とか右左とかなんとかって今のところは全くこの馬に関してははっきりわかんないけど、マイルだったら、もしマイル合致すればトップにレベルまでいける馬かもしれないなっていうふうには思ってるんだけどな。いいと思うよ。出来を抑えていきたい。チェルビニアな、だいぶ先週がひどくて、今週が、まあ、一歩良くなったけど、なんかもう、体つきがもう、なんだろう、まん丸くなりすぎちゃってな、もう、シャープになってほしいんだけどっていうのはもう無理だな、その辺の体つきは。あくまでも、本当の抑えだな。もう爆発的な足が出てくるとは、ちょっと思えない。ドロップライトもね、強くなるとやっぱ走んなくなっちゃうんだな。
もう中小級だとちょっと苦しいですかね。G1 級とかになりますと。強い馬には、意外と空き巣のところではちゃんとして走るけど、強いのが出てくると、ちゃんとその子たちにはごめんなさいっていう正直者だ。まあ、ティアモはいいと思う。体は、まあ、もう本当460、70っていうのは、俺個人的にはそのくらいになってほしかったけど、もうならないな。でもいい。まあ、パラディレイノも、ハマって、思い切った競馬でドンケツくらいてハマっての3とかっていうところじゃないか。ボンドガール。はい。今まあ非常にいいと思う。けど、毎回言うんだけど、ほんと一回線に使ってほしいなと思ってしょうがないんだよな。今前よりは全く興味ない。まあピュース。元気いっぱい。もういいだろう。条件がどっかで合うのか。ダートの何球でも使えばというけども、そんなことも必要ないか。で、ラバンダーはもうさっき言ったけど、本当に、どっかしらででかいとこっていうか、普通に重賞買ってもおかしくないレベルだしな。になるはずだし、もうなってるかもしれない。ワイドラトゥールは、まあ、なかなか、厳しいかな。まあ今回下手だったけど、まあいいやな。まあ、さっき言った3頭じゃなくて4頭だ、ジョスに入れて。4頭。プラスラバンダー入れて5頭。5頭。まあ、この馬の5頭ボックスでも。1、2、3、4、5番人気で買ってもしょうがない。まあ、1番人気はエンブロですよね。2番人気カムジャックだろ。だから買ってもしょうがない。3番人気なんですかね。3番人気が、チェルビニアとかはダメかな。いや、まあ分からんけど、まあその辺が人気どころを上げただけで、興味ないな。まあでもジョスランですとか、この辺りがラバンティまあ、割れるっていうかそうだね。その辺で、中穴っていう、ちょっと穴っぽいところっていう程度だけで、あんまり気が向かなかったな。まあそんなとこだ、今日も。はい。とりあえず、10万人やめてくれよ。3000人ぐらいだったらもうやめっから。やめるよ。11万人をとりあえず目指しましょうか。増えたら俺しょうがないよ。当たんないよ。当たれば偶然だから。いや、でも、なんか平場で昨日チェックしたらな、結構いたろ俺お前ですけど。新潟でチェックしたら目指してもらいますけど。あれ、未勝利はみんな除外食っちゃうんだよ。戦力も変えたかったけど、あれ、宮田のところそっと刺すなんかどうすんのか、除外。あれ、これは走るなと思ってんだけどな、そっと刺すな、戦力で。ここはでも関西は結構成績いいから、いいのが3頭ぐらいいたから、ちょっとやっぱりダメだなと思ってるとこがあったし、あとはさっき新潟の特別な、わかんねえ。どんなもんなのか。室井厩舎のな。アテンなんとかか。アテンなんとかです。これは何ですか？何者ですか？いや、全然知らん。いや、これはもう何週間もずっと長距離見てて。で、自分で、俺もなんか何者だろうか。だから、場名は母何が出てくるわけだよ。だから出戻りかと思ってて、どこにいたの中央に、何厩舎にいたのかもわかんないけど、見てて、一生、まず、小馬だから未勝利ってことは、まあ、出戻りだから、未勝利でも行ったんだろうけど、まず、一生クラスのとこだったら、戻ってきた時には、何かしら俺自分でアクションを起こそうかなと思ってたんで、馬券買うか、その時にマドック見て考えるかどうかだけど、ちょっと、馬券の注目はしてる馬なんだよ。一生クラスだったら全然足りちゃうなっていう馬なんで。だからこれが、絶対に一生ぐらい足りるから、それがどこのステージかってことはまだ実はわかんない。これはね、当日、その馬を見て、これはこういうタイプだなって勝手に自分で決めて、確か、距離短いところの、まあわかんねえや。忘れた。ダートの時は中央に在籍した時は芝 1600 メートルで2着があります。未勝利で。未勝利で。何厩舎だった？茅野厩舎です。茅野？アテンなんとかな。で戻ってきて室井厩舎か。地方も使ってですね。地方ですぐパンパンって3連勝もして戻ってくるんだったら能力があるけど、しばらくくすぶってたんだったら知れてっかもわかんねえな。
ちょっとね馬いいなと思って、2、3週見てて結構勝負になるんじゃないかこの馬はと思ってたけど、まあ買うかどうかはただ見るだけだ。気になってるっていう、どんなところつけてたんだ、見られたいや俺ローカル競馬好きだからよ。フィールマイプランな、まあ最初に岩戸厩舎な。土曜日のダート路線にな。ダート路線に。フィールマイプラン。マイルが武藤のところのドラリズム。ドラリズム。で、パンオンタイムとこれ、広いやつ、高いやつ、これは一番もう人気上位だから、使ってきてる。これも良かったから、あれだけど、まあ、これは買わないけどね。でここにそっと札が。そっか。アテンなんとかってラブスコールをやるんで、ゴンザレスの。これもかなりいいと思ってるから。でも、こういうのは、まあ、どうせ人気だから全く買う予定は全くないから、いいなっちゅうのだけ。人間だからドラリズムとかも。ドラリズムは、相当いいよ。この間、読んでろおしい。この間、3来てれば、馬券すごかったんだよ、実は。本当ですか。いや、相当ひどくすごかったんだよ。3本ぐらい帯入るんじゃねえかっていうぐらい。いや、この間は、俺はさすがに久しぶりに、数えたぞ。いくらになったんだっていう。笑うぐらいに。この間は。面白い。コパノリッキーのくせに、芝野がいいんだから。走り幅跳びやらせりゃ走り、すごいよ。ただ、状態が上に浮くから、俺それ言ってんだけど、気に食わねえんだよな。飛ぶフォームでかいけど、上に浮くのはなんでだよって聞いたら、だからいいんだよっていうふうに言ってるけど。結構、ドラリズムあたりは、足は出すよ。勝つとは言わんけど、勝ち負けになるよ。マイルだから結構面白いんだよ。面白いよ。僕も新潟出張なんでちょっと。ドラリズムはいいよ。ソットサスがどこ使って、これが一番だと思ってんだけど、ソットサス。一回しか競馬昔使ったっきりの馬だけど。まあわかんない。除外してんだ、東京に来てんのか、それとも今週辞めてんのか、来週まで待ってんのか。またどこだ以上。今週パッとしなかった。よし。じゃあお願いします。電話が出る。はい。お疲れ様でした。すいません。いただきます。今週もご視聴いただきありがとうございました。今回はビクトリアマイルの出走馬診断でした。いかがでしたでしょうか？先週の NHK マイルカップでは柳永さんがロデオドライブとアスク意気込みで一着争いをするという風に予想していました。これがもうドンピシャ当たりまして、本当にかっこよかったなと思っていますので、ぜひ皆さんも最後までご覧ください。そしてそんな柳永さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ついに10万人突破しました。これからもよろしくお願いします。